今回は、日物97観光です。日本軍機は、久しぶりだ。ふと気がついたら、1年以上作ってなかったです。手抜きだな。日本軍機を意図的に避けているわけではないんですけどね。キットの内容は、シンプルな印象です。コンパクトな胴体に大きな主翼って印象だな。細かい部品は、結構あったりします。バリエーションによって使わないものも多いけどな。例えば魚雷を装備させたら爆弾はいらないですからね。それでは、内装を手掛けていきましょう。搭乗員が3人もいたりするから、時間がかかりそうだ。使う色は、皆さん同じですから、まとめて処置できてしまいますけどね。コックピット内部を青だけ色で塗装します。他のメーカーの説明書を見ると、コックピット内部色を指定されてるけどな。でも、青だけ色をすでに買ってしまったので、これで塗装したいです。塗料のコストも案外バカにならないからな。なんか、この色を見ていると、グフを塗りたくなってきます。ただ青系の色ってだけだな。メタリックなグフもいいじゃないですか。画像検索でたくさん作例がヒットするけどな。内部の機器などは、艶消し黒ですが、最近、セミグロスブラックくらいでも良いのかなと思うんです。そんなに違うものかな。質感的にセミグロスくらいの方が適切かなと感じてます。それに、このディテールの塗装も、セミグロスの上にある方が、うまくいくのではないかと思うのです。次、機会があったらやってみるんだな。コックピットの内装です。操縦桿は、シルバーと艶消し黒だ。ボンベは、色の指定がないですが、黄色で着色します。これくらいの大きさなら、黄色もサクサク塗装できるな。搭乗員の服装は、茶色したいです。飛行服が茶色、救命胴衣が薄茶色の指定だな。今ある塗料のラインナップで、レッドブラウンと自衛隊迷彩色の茶色を使ってみます。そして、肌が露出している部分は、バフです。ほんと茶色ばっかで、ハンバーグみたいなカラーリングになってきたな。そして、ベルトは、カーキグリーン、野菜の炒め物を添えたみたいだな。そして、手袋とブーツは、艶消し黒です。ついに焦げができたって感じだな。説明書では、焦げ茶指定なんですけどね。塗料の持ち合わせがなかったんだよな。そして、最後にエンジン周りをアイアンなどで塗り上げたら、一通りの内部塗装が完了です。塗装の結果は、こんな感じになりました。エンジン部分があったり、搭乗員が多いのが特徴だな。3人の搭乗員の顔つきと体格が、それぞれ違うのが印象的です。ちょっとこだわりが感じられるな。組み立てるとこんな形になります。ゼロ式の時のデジャブ感があるな。若干部品が干渉する部分があったんで、どうしようか悩みましたけどね。2人目の搭乗員とボンベとかだな。説明書通りにやってもうまくいかないのが、味のある部分ですね。ちょっと名残惜しいとは思いますが、機体の中に挟み込んでしまいましょう。完成のためには仕方ないもんな。エンジン部分もカウルで覆ってしまいます。露出していると、後の工程で壊す可能性もあるしな。そして、主翼の取り付けです。仮面のでかいパーツを取り付けてから、上面を貼り合わせます。胴体と翼の隙間に気をつけるようにと、説明書に注意書きがあったよな。そういうところは、親切です。そして、水平尾翼を取り付けます。できる隙間も最低限だ。これは助かります。主翼と胴体の間の隙間を処置してみました。隙間が最低限に済んでいたから、埋めるのも苦労が少なかったな。それでは、塗装を始めたいと思います。明快白色三菱系、だな。機体は、中島ですけどね。キットのプラの色と塗料がほとんど同じだな。なので、うまく塗れているかどうか、とても確かめにくいです。とりあえず、2回塗り重ねてみました。もやもやとちょっとグレーがかって見えるな。淡く色づいているということですね。重ね塗りを続けて、しっかり着色するほかないですね。今回は、機体上面のまだら塗装のことを考えて、まずは、仮面を塗り切りたいと思ってます。塗装の期間のことを考えると、同時に塗り進めた方が早いんだけどな。その方が乾燥待ちの時間を短縮できますからね。でも、仕方なしです。
4回塗り重ねました。結構、明快白色っぽい色合いになってきたかな。本当に色がついているのか不安に駆られてましたが、ここまで来ると、ちょっと安心ですね。ただ、塗り重ね回数は、かなりかさみそうだな。グレーというには、相当明るい色ですからね。黄色よりは、良さそうですけど。塗りやすさという面では、耐火面は、相当簡単だな。何しろ真っ平らですからね。若干フックのシルバー部分に気をつけるくらいですね。これが6回目の結果です。だいぶ落ち着いてきた感じがするな。この分であれば、もう2、3回でゴールできる感じでしょう。ということで、これが9回目の塗装になります。おかげさまで若干フックにも、余分な色をつけずに進めることができました。フックを動かせるから、割と避けられるもんな。フックをマスキングするって手もあったかもしれない。逆にテープが邪魔になりそうだったのでやめてしまいました。9回目の結果です。心なしかまだプラの色がアピールしてきていないか。確かにモールドのあたりなどが、ちょっと塗りが薄いかもしれないですね。ということで、いまいちと感じる箇所のみ、もう一度塗装を施します。ちょっと改善されたかな。これ以上重ねるのは、逆に厚ぼったくなるので、やめておきたいと思います。墨入れなどすると、また感覚が変わってきますからね。全体のバランスだな。仮面が完了しましたので、次は上面です。仮面もそうでしたが、ミスターカラーの5倍希釈で重ね塗りです。こっちは、しっかりした色だな。回数を重ねずに済めばよいけどな。これは毎回言ってる気がしますが、もはや、7、8回塗らなければならないのは常識です。そういう期待は、しない方が良いですね。手をかけても美しく仕上げたいものです。これは、3回目の塗装ですが、やはり、なかなか明るいプラの色が隠蔽しきれてないですね。むしろ暗いグレーや黒で下塗りした方が良かったかもな。船の鑑定色と同じ理屈ですね。色の明度を合わせるってやつだな。もはや、この時点で気がついても、時すでに遅しの状態ですので、前を向いて進んでいきましょう。最終的にどうしようもなくなるなんてことにならないといいけどな。なーに、神殿の時もうまくやれましたし、多分問題ないですよ。しかし、6回目の塗装の最中で、まだ、こんな状態だけどな。この機体、モールドがしっかり刻まれているんで、どうしても筆が溝に引っかかって、角の部分の塗料が取れる傾向があるんですよね。わかってるんなら気をつけないとな。そうですね。6回目の結果です。だいぶ日本軍機の緑って感じに仕上がってきたな。逆に色あせた感じが出てて良いかもな。筆ムラを言い作ろうみたいなことは、ちょっと。9回目の塗装に突入しました。ここまで来ると一息といった感じだな。今回ばかりは、同じ方向で筆を動かしていては、攻略できなかったので、直行させてます。筆を直行させると、細かなメッシュが、見て取れるようになる場合があるので、あんまりしたくはないんですけどね。それも、筆使いの腕次第な気がするけどな。とにかく筆の圧に気を使いながら進めましょう。9回目の塗装結果です。遠くから眺めた感じだと、十分に見えるがな。近づくと、そうでもないということがわかります。ラストもう一回、塗り重ねてみましょう。ラスト1回は、後ろから前に筆を運びます。これで最後にできるといいけどな。はい、全くです。何せ、上面の塗装は、楽かと思ったらそうでもなくて、1回塗るのに平均16分くらいかかりますので、そんなにかかるイメージはないんだけどな。翼が地味に広かったりするからですかね。先ほどより、だいぶ落ち着いた感じになったんではないでしょうか。最初から色々気をつけて塗ったら、10回もかからなかったかもな。結果論なので何とも言い難いですね。とにかく、これで次の工程に進めそうだ。次は、まだら模様の負荷ですね。それでは、ぼかし筆の小さい方で、まだら模様を入れていきたいと思います。なるべくランダム配置になるように気を使いたいところだな。まだら模様は、赤褐色を使ってますが、これも5倍希釈しているものなので、何回か重ねて塗料を置いていきます。そして、
最終的に残ってしまった、暗力色の弱い部分をぼかし筆で押さえてやります。これで上面の塗装は完成だな。はい、ギア格納庫を青竹色で塗装したら、本体塗装自体もほぼ完了ですね。と、思ったんですけど、この側面のくぼみなんですが、他のキットを参考にすると窓になっているんです。今更穴開けをするのは危険ですが仕方ないです。変なところに刃を当てて塗装を剥がさないようにしないとな。透明のプラ板を切り抜いて、はめ込んでみました。なんとかうまいこと言ったようだな。そして、これが本当に最後です。エンジン周りを艶消し黒で塗装だな。本体塗装の工程が終わったので、次は、デカール貼りを進めましょう。ただ、その前にデカールの状態チェックだ。水に浮かべてみても、特に崩壊の兆しはありません。プラ板に移しても大丈夫みたいだな。今回のデカールは、特に問題はないということですね。ただ、念のための強度アップと質感を合わせるため、半ツヤのクリアーでコーティングしておきたいと思います。それでは、実際に機体への貼り付けを進めます。まずは、日本の国籍マークからだな。水に浮かべても当然、損壊するなどありえませんね。一部分劣化しているなんてことがあれば別だけどな。説明書には、詳細な貼り付け場所が指定されてなかったので、別キットのものを参考に貼り付けます。何かと調べることが多いキットだな。自分で調べる楽しさがあるとも言えますね。次に今回のデカールで、一番難易度が高そうな帯です。場合によっては、塗装した方が無難なやつだな。そうですね。最悪失敗したら塗装に切り替える、という覚悟で臨みましたが、胴体の曲面にぴったりと沿い問題ありませんでした。こういう部分は、精密にできていて簡単するな。あとは、垂直尾翼の舞台マークが残っています。しかし、貼っている箇所がカメラに映らない悲劇です。翼幅が広いからカメラ方向に向かせられないんだよな。それはそうと、デカール貼りは完了したので、機体各所に塗装ハゲを表現したいと思います。どれくらいハゲさせるかのさじ加減が重要だな。そして、タミや墨入れ塗料で墨入れを行います。このキットは、モールドの表現がかなり細かいから、うまくやりたいところだな。機体仮面に対して、ブラックでやってしまいましたが、よく考えたら、グレーの方が良かったのかもしれません。確かに勇み足すぎたかもしれないな。綿棒で余分な塗料を拭き取りますが、特に仮面の方は、バランスに気を使いたいと思います。黒で強烈に墨が入ってしまったのを、なるべくマイルドにしたいところだ。機体本体の作業が完了しましたので、細かな部品の塗装を行いたいと思います。まあ、第二次大戦の機体の典型的なボリュームってところだな。ただし、使う色が少々、いつもより多いように感じます。ピトー管は、上下、先端で塗り分け。ギアは、艶消し黒とシルバーの塗り分け。コックピット周りのパーツは青竹色の再登場。魚雷を固定する部品は、国鉄色だったりします。なるほど、武装は、800キロ魚雷にするのか。はい、やっぱり、魚雷に魅力を感じますので、箱を開いた当初から、これで行こうと決めてました。魚雷自体は、先端を艶消し黒、その他をシルバーで塗装です。あとは、スクリューをゴールドで塗りましたが、色指定がなかったので、適切じゃなかったかもしれないです。ちょっとノリでやってるところがあるな。あとは、キャノピーをマスキングして塗装しますが、これは、きちんと、縦横別工程で別々に、塗っていった方が良かったかもしれないです。マスキングの隙間の漏れがちょっとひどかったからな。この通り無事、塗装を終えることができました。塗装自体は問題なかったが、組み立ての方はどうかな。とにかく、やっていきましょう。まずは、ギアの差し込みですが、ここからいきなり差しむ側の穴が、きちんと開口していなかったので、工作が必要でした。まあ、そのレベルなら全然軽傷だろう。エンジンのカウルは、申し分ないです。隙間なくきっちりと収まります。魚雷は、問題なく接着ができるのですが、後方のレッドブラウンの部品は、どうやら不要のようです。
取ってしまいましょう。明らかに設置してしまうからな。正直、設置するしないどころのレベルじゃなかったです。地面にめり込むレベルです。そして、最後にキャノピーですが、これが、搭乗員の頭がつっかえて、普通に接着できません。なんとか、押さえつけて接着してみますが、かなり無理がありそうです。キャノピーを切り分けて、開けた状態にした方が良いのかもな。半日以上、手で押さえておくのは供養すぎるので、テープで固定してみました。これだと、搭乗員を乗せないという手でも良かったかもしれません。まあ、とにかく待つしかないだろう。旧日本海軍97式3号艦上攻撃機、なんとか完成です。キャノピーは、どうやら接着できたようだな。でも、予断が許さない状態だと思います。無理やり押し込んでいるので、いつかは、取れてしまいそうです。こうして、距離を保って眺めると、まだら模様の茶色が、あまり目立たないな。もう少し明るい茶色を選んだ方が良かったのかもしれません。でも、他のキットの指定も参考にしながら、慎重に選んだつもりなんですけどね。ちょっと控えめな選択をしすぎたかもな。ただ、こうやって近くで見てみると、それなりにうまく塗装できたのではないかと思ってます。熊野のぼかし筆のおかげだな。機体側面の窓の工作も、アドリブでやったにしてはうまくいきました。組み付け前に気づいていれば、もっと楽だったな。プロペラの回転も割と快調です。くるくると回ってくれた方が気持ちよいもんな。機体仮面の具合も、それなりになった気がします。もう少しマイルドな感じの方が良い気もするがな。久しぶりの日本軍機の97式観光、いかがでしたでしょうか？もう少し、日本の機体の登場頻度を上げても良いかなと思ったな。各国どの機体も非常に魅力的なんで、大変悩ましいところではあります。体が2人分欲しいって心底思うよな。それでは、引き続き、先日購入したキットや、B29 の作成を続けていきますので、また次回の動画をお待ちいただけると幸いです。今回は、長い時間のご視聴、ありがとうございました。